モンシュー。パリプロムナードチャンネルへようこそ。パリに爽やかな季節が訪れています。今回の動画の前半ではパリ6区の路上を舞台に繰り広げられるフリーマーケットを、そして動画の後半ではやはり6区にあるとてもヘルシーなカフェレストランをご紹介します。一緒にパリの5月を歩く気分でどうぞ最後までゆっくりとお楽しみくださいませ。フランスの5月の味覚といえばいちご。いちごが美味しい季節になってきました。朝食にたっぷりのいちごをいただけるのって本当に幸せだなと思います。私はこの爽やかなお天気に誘われてセーヌ川沿いを朝散歩、石畳の坂道を降りて川岸に近づいてみましょう。雨が少ないとセーヌ川の水の色は緑色、しかも空の色を映したような青緑色をしています。この橋は皆さんよくご存知の芸術橋。芸術橋の下ってこんな風になっているんです。石畳が盛り上がっています。これはきっと木の根っこのなせる技。自然の生命力って目を見張るものがありますよね。今度はその芸術橋を渡りましょう。車の通らない木製の橋。落書きはよろしくないですが、フランスにもへのへのもへじみたいなものがあるんでしょうね。ここからのポンヌフとシテ島の眺めはいつも絵のようです。こちらが橋の反対側からの眺め。エッフェル塔が見えています。さて、フリーマーケットへ参りましょう。ビッド・ドルニエ、直訳すると屋根裏部屋を空にするとなるでしょうか。家で不要になったものを持ち寄って販売するフリーマーケットで一般の人も出店できるようです。それが今日はパリ6区サンジェルマン・デ・プレにも程近いグルネル通りとガスパイユ通りで行われているんです。道路は完全に車両通行止めにしてあります。C'est-à-dire qu'on mettait, on accrochait ça. Ah oui, sur le contre-mur. Et on mettait les drapeaux là. なるほど、これは旗を立てておくものなんですね。これは1900年頃に使われていたという展示棚。まだこんな風に中身が入ってる瓶もあります。これも面白い。ギニョール、人形劇のミニシアター。こちらにはギニョールに使う人形もありました。これはビッドポッシュ、小物入れですね。
このバルボティーヌのオブジェは私確かアルザスのコルマールのフリーマーケットでも見かけました。こちらのスタンドでひときわ私の関心を引いたのがこれです。銅製の可愛らしい椅子のようですが、実は昔の印仏壺なんですって。Oui, absolument. 洋服もたくさんあります。まだ十分着られるけれど手放したい洋服というのが皆さんにも心当たりあるのではないでしょうか。こちらのスタンドの女性はお母様のとご自分のいらなくなった洋服などを売っていました。このワンピースはなかなか素敵だけど私にはちょっと大きいかな。このスタンドのものはみるみる売れていました。普段は車の往来がひっきりなしの場所がこんな風に歩行者天国みたいになっている風景は楽しいです。こちらのマダムのスタンドにも魅力的なものがたくさんありました。これはドイツ製、すごく繊細ですよね。これはチェコで作られた花瓶だそうです。デザインにはやはりお国柄が出ますね。この辺りにもアーティスティックなものが並んでいます。鳩を抱えている天使、そうそう、これは私も知っています。以前このチャンネルでビシーという町を紹介しました。そこのいわゆる湯治場で使われていたガラスのコップがこんな容器に入ってるんですよね。この木彫りのトレイ、素敵だなと思って眺めていたら、これを手にしていらっしゃる女性がお買い上げになりました。このシルバーのスプーンのセットも本当に繊細な細工が施されています。このお皿の模様は何だろうと思ったら、こちらにあるカップとセットになるお皿だったんですね。つまり昔の自動車にまつわる模様でした。この日ばかりはレストランのテーブルが盛大に路上に展開しています。この界隈ならではでしょうか。おしゃれな人が多いなと感じます。この辺りのお皿もいい感じですよね。このセットは南フランスの窯で製作されたものだそうです。これはバロリス製。私がこちらのマダムと会話をしている間に10歳くらいでしょうか、一人の男の子がこのオブジェに興味を持ちました。昔のラジオ。彼にとってはとって
ても珍しいオブジェに見えているに違いありません。 Ouvrir, vérifier. Non, mais je pense que même avec l'antenne, ça va. Il faut- Oui, il faut l'antenne, mais je pense que ça suffira pas à la faire marcher aujourd'hui, en tout cas. 5 euros. マダムは5ユーロ Pardon. と値段を言いました。この男の子は一旦お父さんに聞いてくると言って走り出しました。 Vous n'avez pas de collage. Ça coûte combien? 5 euros. Ça, c'est merveilleux. C'est un truc à bricoler. Oui, c'est un truc à bricoler. Faut retrouver des pierres. それから間もなく彼は妹と一緒に戻ってきて、妹のガマ口からコインを一枚一枚取り出して、今3ユーロしかないのと言いました。あなたのような男の子にこれが渡るんだったら私は嬉しいわ。だから3ユーロでいいわとマダム。というわけでそのラジオはめでたく男の子のものになりました。デジタルネイティブと言われている世代の子どもたちが昔のラジオを欲しがる。なかなかいい感じだと思いませんか？フリーマーケットは出展されている品物一つ一つにもヒストリーがあって興味深い。そしてこういうやり取りがさらにマーケットを魅力的なものにしていると感じます。並べ方のセンスがいいなと思うところに私は思わず吹きつけられます。例えばこのマダムのスタンド、全体がとってもシックな色で統一されていますね。これは机の椅子ですよね。木の表面に手書きで模様が施されていて、机の天板を開くと持ち主の家の生活が少し見えるような感じがしました。ラスパイユ通り、今日はいつもとは全く雰囲気が違っています。ここでのフリーマーケットは春と秋の年に2回開かれるそうです。老若男女みんなにとって楽しい一日です。南フランスのビアリッツの昔のポストカードを集めたミニブックって言えるでしょうか。結局私より先にこれを手にしていた男性が買っていかれました。こちらのマダムはこの絵を購入されたんでしょうか。とても満足そうです。さて翌日、私はカフェレストランに向かっています。こちらです。黄色と白の日差しがとても爽やかな感じでしょう。ここはおなじみのリュクサンブール公園のそばなんです。今日私はここでいつもお世話になっているプレスエージェンシーのリルさんと一緒にランチをいただきます。このカフェレストランは 100% グルテンフリーを謳ったお店。季節ごとに厳選した地元の有機食材を使ったり、精製したお砂糖や添加物を一切使わないというこだわりがあります。まずはコールドプレスのジュースをいただきます。リルーさんの2はほうれん草、きゅうり、セロリ、レモン、生姜。私の2は人参、オレンジ、リンゴなどが入っているようです。
自然な甘さでとっても美味しいです。そしてお料理、リルーさんが選んだのはスプリングサラダ。グリーンアスパラ、グリーンピース、キノア、そこにポシェした卵がトッピングされています。見るからにヘルシーな感じでしょ。ドレッシングには緑茶、玄米茶なども使われているそうですよ。そして私のはバリボールという名前がついたお料理。お豆腐がカリカリに揚げてあります。バスマチライスやさまざまな野菜も入っています。このソースがまたなかなか美味しい。ソースに何が入っているのか尋ねたところ、アーモンドバターがベースになっていて、そこにお醤油とかパプリカなども入っているそうで、甘辛のバランスがいい感じです。私たちはもちろんデザートもいただきました。こちらはまさに旬のいちごが主役。トッピングとしてバニラアイスがついているんですが、植物性のミルクとバニラで作られたものなんだそうです。このフィナンシエもグルテンフリー。これはなかなかインパクトのあるデザートですよね。チアプディング、スーパーフードとも呼ばれるチアシードをココナッツミルク、アーモンドミルクとミックスしてプディン状にしたもの。そこにマンゴーが添えてあります。満足感たっぷりのランチ。体の中から浄化されていくような気がします。お店の中はこんな雰囲気。上の階にお手洗いがあるので、ちょっと階段から覗かせていただきました。パリの街並みと愛らしいグリーン。このカフェレストランのスタンドがデパートのボンマルシェにもできたと聞きました。このお店がパリの人たちにいかに愛されているかが伝わってきますよね。お隣にはテイクアウトのコーナーもあります。グルテンフリーというコンセプトでもこれだけのバリエーションのスイーツが作れるんですね。最近は食事制限をしている方も少なくないですから、まさに時代のニーズを反映したお店と言えそうです。私はここでコーヒーをテイクアウトしたいと思います。食後の散歩も兼ねて、私が向かう先はどこでしょう。もう皆様想像がつきますね。そうです、リュクサンブール公園です。5月の緑がとてもみずみずしいでしょう。いい感じの木陰ができるくらいに
この葉が成長してきました。とても過ごしやすい季節。私の大好きなパリです。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。この動画が気に入ったらどうぞ高評価をお願いいたします。またチャンネル登録がまだお済みでない方はどうぞチャンネル登録もお願いします。お寄せいただくコメントがいつもとても励みになっております。どうもありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。